これまで不老不死は荒唐無稽な夢物語とみなされてきましたが、技術の進歩とともに必ずしも実現不可能ではないと考えられるようになりました。このプレゼンテーションは今後新しい技術によって不老不死が実現できるかどうかを論じることで、今回私が出版した本「不老不死は可能か」の導入とします。第1章、なぜ老化するのか。まずは不老不死とは何かという定義の話から始めましょう。不老は老化しても可逆的な若返りが可能な状態とします。また不死はプログラムされた有限な寿命がない状態とします。それゆえ不老不死が実現しても自殺が可能なだけでなく、事故や病気による望まない死までこれまで通りあり得ます。このように定義するなら、不老不死は生命誕生の時点ですでに実現していたことになります。この系統図は生命誕生後、共通祖先から細菌、古細菌、真核生物という3つのドメインが分岐した経路を示しています。私たち構成動物は古細菌、中でもアスガルド古細菌との共通祖先から進化したと考えられています。真核生物として有性生殖を始める前の私たちの祖先は、現在の古細菌と同様に無性生殖で単純な分裂のみで増殖していました。その時点では不老不死であったということです。では、なぜ真核生物はあえて老化と死を発明したのでしょうか。生物がなぜ老化するかを説明する理論を老化理論と言います。これには、老化とは遺伝子複製エラーの蓄積だとするエラー破局説と、老化とは適応のためのプログラムだとするプログラム説の2つがあります。エラー破局説によると、DNA は紫外線や活性酸素によって突然変異のリスクが高くなります。私たちの細胞には DNA 損傷を修復するメカニズムがありますが、損傷が繰り返されるうちに修復ミスが生じることがあります。これが老化であり、老化が進む結果死ぬということです。ところが、紫外線にさらされ、活性酸素のダメージを受けつつも、老化せずに長期にわたって同じ遺伝子を複製し続けた生物があります。それはヘイダル古細菌です。アスガルド古細菌の一門で、真核生物に最も近い原核生物です。私たちの祖先はこの生物に近かったと思われます。ヘイダル古細菌は他のアスガルド古細菌とは異なり、光エネルギーを利用すると同時に後期的な代謝経路を利用する混合栄養生物です。それゆえ光が届く場所に生息し、紫外線にも活性酸素にもさらされています。それにもかかわらず20億年以上無性生殖を続けています。これはエラー破局説の反証例となります。老化はアクシデントの結果ではないというのがプログラム説です。プログラム説に優位をもたらしたのは、1970年代にテロメアの機能が発見されたことです。この写真でも確認できるように、染色体の両端にはテロメアという細胞分裂ごとに短くなる末端部があります。これがある一定の長さにまで短くなると、細胞はそれ以上分裂できなくなるようにプログラムされています。老化と死のプログラムは、有性生殖と表裏一体の関係にあります。
生物はなぜ不老不死の無性生殖をやめて有性生殖を始めたのでしょうか。現在、最も有力視されているのは、有性生殖を寄生者対策とみなす赤の女王仮説です。遺伝子情報が画一的だと、寄生者によって種が全滅するリスクが高まるので、有性生殖で絶えず変更しなければならないというのです。この仮説の名称は、鏡の国のアリスで赤の女王が同じ場所にとどまるには全速力で走らなければならないといったことに由来します。有性生殖に寄生者対策の効果があるとするなら、古細菌はなぜその対策を講じないのかと疑問に思う人もいることでしょう。実は古細菌は寄生者の攻撃を受けにくい極限環境にいるため、対策に力を入れる必要がありません。これに対して豊かな環境で栄養を多く溜め込んでいる真核生物は、それだけ寄生者の攻撃を受けやすいので、有性生殖が必要です。これをウェブサイトへのログインパスワードの定期的な変更に例えましょう。それほど重要ではない普通のサイトなら不要ですが、金融機関のサイトでは必要です。ハッカーにとっておいしい情報が入っているサイトでは、パスワードに寿命を設けなければなりません。それと同じということです。第2章、不老不死は有害か。個体の老化と死は、有性生殖によって遺伝情報を多様化し、寄生者による全滅リスクを低減すべくプログラムされているというのが前の章の結論です。人類は近代以前、寄生者の感染に脆弱でしたが、近代以降、感染症対策が改善しました。主なパンデミックでの死亡率を比較しましょう。1346年から1353年にペスト細菌による黒死病が蔓延したとき、欧州人口の 60% が死亡したと見積もられています。1918年から1920年にインフルエンザウイルスによるスペイン風邪が世界的に流行したとき、世界人口の 3% から 6% が死亡したと推測されています。2019年以降、世界に拡散した新型コロナウイルスによる感染症では、2023年末で 0.086% が死亡しました。衛生環境の改善や医学の進歩により、感染症から身を守る人類の能力が時代とともに向上していることがうかがえます。その結果、人類の平均寿命は伸びつつあります。このグラフは19世紀以降の平均寿命の推移を示したものです。産業革命以降、地域による差はありますが、上昇傾向にあることが見て取れます。不老不死に向けての動きは20世紀以降にすでに始まっていると言ってよいでしょう。不老不死はイノベーションを阻害すると懸念する人もいます。例えば、スティーブ・ジョブズはスタンフォード大学の卒業式のスピーチで次のように言っています。死を免れるべきではありません。なぜなら死はほぼ間違いなく生命による最高の発明であるからです。死は生命に変化をもたらす仲介者です。それは新しきものに通り道を開けるべく、古きものを消し去ります。こう主張する人はジョブズ以外にも多いのですが、イノベーションを促進するのに必ずしも生物学的死は必要ありません。実際、ジョブズは同じスピーチでこう言っています。
アップルを解雇されたことは私に起こり得る最善のことでした。おかげで私は人生で最も創造的な時期へと解き放たれました。と言っています。アップルからの追放という社会的死のおかげで iPhone のようなイノベーションが可能になったというのです。結論をまとめましょう。日本の年功序列社会のように高齢者が権力を握るなら、イノベーションは阻害されるので、高齢者の生物学的死が必要になります。しかし、市場原理が機能するなら、時代遅れは社会的に淘汰されるので、社会的死だけでイノベーションが可能になります。それゆえ、不老不死が可能になったからといって、イノベーションの停滞を心配する必要はないのです。次の章では、不老不死を実現する具体的な方法を3つのステージに分けて提案します。第3章、不老不死ステージ1。これまで達成された人類の最高齢の記録は122歳で、1997年以降、これを上回った人はいません。それは体細胞の分裂に40回から60回ぐらいまでという限界があるからです。60回は人の年齢では120歳から125歳に相当します。このように寿命に限界があるのはテロメアのおかげです。ただし、テロメアによる限界には例外があります。幹細胞と生殖細胞とがん細胞です。これらは無限に分裂できます。この図は幹細胞が分裂し体細胞へと分化するプロセスを示したものです。分化細胞が老化しても幹細胞が新たに分化細胞を供給してくれればよいのですが、加齢とともに幹細胞自体が老化し、さらに数も減っていきます。そこで人工的に幹細胞を供給することで老化を止めようというのが再生医療の考えです。通常の分化した細胞は分裂しても同じ種類の細胞にしかならない単能性しか持ちません。これに対してどのような細胞にも分化して一個体を形成する受精卵は全能性を持ちます。再生医療で必要とされるのは一個体にはならないものの、どのような細胞にも分化できる多能性を持った幹細胞です。胚盤胞内の内部細胞界として発生する ES 細胞は多能性を持ち、循環系、神経系、免疫系などあらゆる組織に分化可能です。しかし ES 細胞の再生医療への利用には、本来個体となるはずの人命を奪うという倫理的問題があります。そこで注目を浴びたのが iPS 細胞です。臓器に病変がある患者から健康な体細胞を採取して、そこに4つの初期化因子を導入することで、多能性幹細胞へとリプログラミングし、再生した臓器を移植し、病気を治療できるということで大変注目されました。他方で iPS 細胞には腫瘍化リスクがある、治療期間が長い、費用が高くつくといった問題があります。そこで腫瘍化リスクがなく、治療期間も短くて、費用が比較的安い間葉系幹細胞が代替幹細胞として注目されています。iPS 細胞ほどの多能性はありませんが、技術的ハードルが低いために、歯髄や脊髄の再生などですでに実用化されています。再生医療に用いられる間葉系幹細胞は、
歯髄、骨髄、脂肪、臍帯血から採取されます。しかし最近では間葉系幹細胞そのものではなく、間葉系幹細胞が分泌するエクソソームを投与するというより安価で簡単な方法が脚光を浴びています。エクソソームは内部にメッセンジャー RNA、マイクロ RNA などを含み、体内を循環し、細胞間の情報伝達を担っています。その生成と情報伝達の様子をこの図で説明しましょう。まず、細胞が細胞外の物質を取り込むエンドサイトーシスで小胞を形成し、それが初期エンドソーム、後期エンドソームへと成長し、内部に膜小胞を多数出芽させた多胞体となります。多胞体は不要ならリソソームで分解されますが、そうでなければ細胞膜と融合し、膜小胞を細胞外に放出します。このエクソサイトーシスにより放出される膜小胞がエクソソームです。エクソソームは近傍の細胞のエンドサイトーシスによって取り込まれ、かくして情報が連鎖的に拡散します。エクソソーム治療はすでに自由診療という形で受けられますが、注意すべきリスクもあります。運搬している中身次第では、エクソソームは腫瘍の成長、血管新生、転移を促進する場合もあれば、逆に腫瘍を抑制する場合もあります。安全性が十分確保されていない現時点では、医療目的であれ、美容目的であれ、エクソソームの利用はまだ推奨できません。とはいえ、エクソソームを用いた再生医療は、そのコストの安さと簡便さから、将来有望な高老化法の候補と言ってよいでしょう。第4章、不老不死ステージ2。不老不死ステージ2は、コンピューターへの精神転送です。コンピューターへ精神を転送できるかどうかを考える前に、そもそも精神とは何かを考えましょう。それは今のコンピューターが扱っているデジタルな情報に完全には還元し尽くせません。その特性を説明する理論に、量子脳理論があります。量子脳理論は、1978年に梅沢博臣たちが提唱し、1989年に著名な物理学者ロジャー・ペンローズが提唱したことで世界的に有名になりました。1996年にペンローズは麻酔科医のスチュワート・ハメロフとともに神経細胞の微小管が量子力学的な波動関数の客観的収縮を統合するという統合された客観収縮理論を提唱しました。微小管はチューブリンからなる管状の細胞骨格です。この図に描かれているように、細胞核の近くの細胞体内、手腕細胞で覆われた軸索内、シナプス内にあります。麻酔薬はチューブリンの集団振動の周波数を低下させることで意識と記憶を遮断すると考えられています。量子の理論は提唱された当時、高等無形と思われていましたが、今日では有力な説の一つになっています。それは意識だけでなく、光合成におけるエネルギー伝達の効率化、磁気コンパスを利用した渡り鳥のナビゲーション、電子の量子トンネル効果による振動を感知する嗅覚など、他にも
量子効果に基づいた生命活動があるという説が浮上しているからです。量子の理論が正しいとするなら、私たちの脳は古典コンピュータよりも量子コンピュータに近いということになります。その場合、精神転送は量子テレポーテーションで可能となります。量子テレポーテーションとは、量子もつれの関係にある2つの粒子の一方を観測して状態を確定すれば、他方の状態も確定するという EPR ペアを利用した情報転送のことです。情報転送といってもコピー&ペーストではありません。量子複製不可能定理によりカット&ペーストとなります。つまり意識の自己同一性は維持されるということです。私たちの体に寿命があるように、量子コンピュータにも寿命があります。しかし、量子テレポーテーションを繰り返せば、その寿命を超えて生きられます。第5章、不老不死ステージ3。コンピューターへの先進転送を繰り返せば、私たちは永遠に生きられるでしょうか。今から76億年後、太陽は地球を飲み込む赤色巨星になるので、地球上では永遠に生きられません。そうなる前に他の惑星に移住すればよいと思うかもしれません。しかし、宇宙自体に寿命があるなら、永遠に生きることは不可能です。実際、多くの科学者は、ビッグクランチで宇宙が押しつぶされるとか、ビッグリップで宇宙が引き裂かれるとかといった宇宙の終焉を予想しています。それでも宇宙とともに死ぬことを回避する方法があります。それは過去へのタイムトラベルです。過去へのタイムトラベルはテレポーテーションによる宇宙植民によって実現可能です。それをこの図で説明しましょう。縦軸は空間的な距離、横軸は時間の進み具合を表しているとします。今、地球を出発して遠くの星へと移住するとします。その際、私の意識と量子コンピューターを量子もつれの関係にし、量子コンピューターをロケットに乗せ、目的地に向けて相対的に高速に近い速度で飛ばしたとします。すると相対性理論により、ロケットに搭載した量子コンピューターの時間の進み方が遅くなります。それゆえ、ロケットが目的地に到着したときに、私の意識を量子テレポーテーションすれば、過去の状態に遡れることになります。この方法なら宇宙の寿命が有限でも広範な範囲への宇宙植民が可能となります。もとより出発の時点から見るなら単に時間の経過を遅くしているに過ぎません。本当に過去にタイムトラベルする方法としてブラックホールからワームホールを通過してホワイトホールから出るという方法があります。これは空間を二次元化することで示したワームホールの模式図です。通常の空間移動よりも近道することで過去にタイムトラベルできるというわけです。量子コンピュータを用いたシミュレーションからワームホールの通過と量子テレポーテーションが等価ということが分かっています。過去へのタイムトラベルは親殺しのパラドックスゆえに不可能と主張する人もいます。もしも過去へのタイムトラベルが可能なら、自分が生まれる前の親を殺すことも可能なはずです。しかし、
それは自分の存在と矛盾します。故に過去へのタイムトラベルは不可能というのです。それでもこのようなパラドックスを生じさせない物理学の理論があります。それはマルチバースという仮説に基づきます。インフレーション宇宙論から導かれたマルチバース仮説とは、急激な宇宙の膨張に伴って私たちの宇宙とは別に無数の泡宇宙が生まれたというものです。野村康則によると、インフレーション宇宙論におけるマルチバースは量子力学における多世界と同じです。量子力学の多世界解釈は観測問題に関する解釈の一つです。この図はシュレディンガーの猫と呼ばれる思考実験を表しています。確率2分の1で放射性原子核が崩壊し、それによって猫の生死が決まるなら、箱の中には中を覗いて確認するまでは、生きた猫と死んだ猫が同時に重ね合わさって存在するのかという問題です。多世界解釈では、観察によって確率2分の1で猫が死ぬ世界と猫が生き続ける世界が分岐し、観察者もどちらかの世界へと分岐すると解釈されます。この多世界解釈を採用すると、私が過去にタイムトラベルした瞬間に、私が来た世界とは別の世界に分岐するので、仮に親を殺して私が生まれなくなっても、それは私が来た世界とは別の世界での出来事で矛盾は生じないということになります。それゆえ、過去へのタイムトラベルは実際には他の平行宇宙へのトラベルということになります。第6章、まとめと本書の意義。これまで不老不死に向けての3つのステージを展望しました。不老不死は主観的にはもっと長生きしたいという個人の欲望を満たすに過ぎませんが、客観的には人類にそれ以上の進化をもたらします。すなわち、ステージ1では寿命という時間的制約、ステージ2では身体という空間的制約、ステージ3では単一の世界という宇宙的制約を超越して、有限な存在の人類が無限の世界に進出する無限な能力を持った存在へと近づいていくということです。もとより未来がどうなるかは不確定です。このプレゼンテーションでは、定説になったとは言い難い仮説に基づいて、かなり大胆な未来予測に踏み込みました。それでも、不老不死が実現可能かもしれないという見通しを述べたのは、その方が健康を維持しようとする皆さんのモチベーションに良い影響を与えると思ったからです。もしも健康維持のために努力しても、違いは数年長生きできるかどうかに過ぎないのなら、健康のことは考えずに今を楽しんだ方が良いと思う人も出てくることでしょう。しかし、もしも違いが永遠に生きるのか、それとも無に等しい短い人生で終わるのかなら、考えが変わる人もいることでしょう。では、不老不死に向けて今からすべきことは何でしょうか。老化と死は、寄生者対策のプログラムというのが第1章の結論です。私たちの体には、寄生者による乗っ取りを防ぐために、成長と炎症を促進するメカニズムがあります。
このメカニズムを抑制することで寿命の延長が可能となります。これが今からすぐにできる不老不死ステージ0です。本書は不老不死ステージ0の今、何をすべきかを詳しく書いています。興味のある方はぜひお読みください。このチャンネルでは、私のコンテンツに興味を持ってくださる方に更新情報をお知らせする長井俊也ニューズレターというメールマガジンを配信しています。登録するには japanese.nagaitoshia.com にアクセスしてください。完全無料でいつでも登録を解除できるのでお気軽に試してください。